チャクラが見える見えないということは、そんなに気にする必要はありません。そしてチャクラって一体何なんだろう。ということはクンダリーニっていうことだと思うんですよね。チャクラっていうのはクンダリーニのことですが、クンダリーニは何かというとプラーナのより精妙なものです。ですからプラーナの一種です。強力なプラーナと見ていいので、じゃあ普段どうするかというと普通のプラーナを一生懸命やることです。今ちょっとクンダリーニっていう言葉が出て、クンダリーニヨガってものがありますね。でクンダリーニはクンダリーニで多分1本動画撮れると思うんで、ちょっと今回は外したいんですけど、でも今チャクラはクンダリーニだっておっしゃいましたね。それはイコールなんですか？イコールです。クンダリーニが、登っていかない限り、チャクラが開くことなんかありえませんので。なるほど。じゃあそのクンダリーニが上昇したっていう体験自覚がない限りは、そのチャクラも知覚できない。知覚できても部分的なものであっても、自分の中で統合できないと思います。部分的なことあると思いますが、全体像を見るにはまた別なものだと思います。でそうなった時に、例えばこれまでの動画でその呼吸でイメージを使ってプラーナを感じようということをやってきましたね。例えばそのチャクラを認識しようみたいなことっていうのは、その何でしょう、瞑想とかヨガをやる上で、その必要なことなんですか？必要だと思いますが、とても大事なことだと思いますが、そこだけに狙いを定めなくていいと思っています。どちらかというとプラーナの流れが良くなって背骨の中にプラーナが通り出したらできることなので、まずそれよりもまずやることがあるなって感じします。それが基礎療法のとっても大事なところだと思います。多分結構その高度な技術っていうか、ある程度以上多分その瞑想とかヨガに熟達しないと、そこまでいかないのかなって気は今お話伺っててするんですけど、それはやっぱりそうですか？行かない方がいいわけです。なぜかというと、行かない方がいい。部分的に、そこを開発したりなんかして、自分がそのなんか特殊な能力を持ったような、思うんだったらない方がいいです。で今その部分的に開発してあり得る。でちょっと特殊な能力を持ったように思うっておっしゃいましたね。持ったように思うってことと、持つってことは多分違いますよね。全く違いますね。持ったように思うっていうところには、大きな自我、エゴがかかってるように思うし、そうなんだなっていう時は自我の影がありませんので、全く違うものだなって言えると思います。じゃあ持ったと思うじゃなくて、持つの時はその自我がもうない。そうです。普通のマインドがないですから。なるほど。それを人にどうやるかとか、そういうふうになってこないわけですが、見せびらかそうとはしないみたいな。全く、意味がないって言ったらおかしいけど、でいろいろ本とかそういういろんな人の話とかで、チャクラっていうのは、ともすればそういうなんか超能力とかにつながるようなイメージもあって、それはその実際のところどうなんですか？あると思います。超能力ってあります。ただ超能力ってものの定義を自分でしっかりしとかないと、人に影響を与える不思議な力みたいになってくると、かえってその人を私は蝕むと思います。塩沢さんのその超能力の定義っていうのは何なんですか？自分自身の本性を知る、これしか超能力ないと思います。それ以外は超能力じゃない。それから超能力っていうのは開発できるものなので、人によってはさほどの努力をしなくても超能力が
出てくる人あるんですよね。そういう才能とかセンスがある人は割とすぐ出る。すぐ出ます、はい、出てきます、はい、それはそういうものの蓄積があり得るわけですよね、はい、出てきます。ただしそれと本当の自分が目的とする能力は違います。自分の本性を知ることが、はい、超能力であると。ヨガの唯一の超能力です。はい、例えばじゃあ一番多分有名と思われる、はい、その眉間のチャクラですね、はい、第三の目とも言われている、はいはい、アジナーチャクラですか。それがそれ単独で開発するってことはないって話で、その全部通った時に開発されるって話なんですけど、仮にちょっと今そのアジナーチャクラに話限定します。でその時にそのアジナーチャクラ第三の目が仮にこう活性化したら、はい、それはどういう能力になるんですか？その人によって少し出てくるのは違うと思います。それで私がアジナーチャクラが機能した時っていうのは、ちょっと余談になりますけど、2週間ぐらいヒマラヤと思われる山を飛ぶんですよね。はい、で自分の姿はないの、はい、上からずっと飛び続けるんですよね、はい、で眉間で見てるわけですよね、はい、2週間ぐらい朝起きると飛ぶんですよね。2週間でした。でそれと、はい、その自分の本性を知るっていうことは、はい、どうつながってくるんですか？ですから、はい、その能力で、もしかそういうの落ち着きがあったら、自分のそっちの方に向けていかないといけないと思いますね。もう少し分かりやすく言ってもらいます、はい、そしたらこれを見ているのは誰なのかっていうことになりますよね。そのヒマラヤの上空からの映像を見ているのは誰なのかっていうことになりますね。そうすると私が見てるとは言いながら、この見てるものは誰なのかっていうことになりますね。そして内側に目を向けるんだったらそれも役立つと思いますけど、ただ飛んでても面白いですけど本当の役に立たないと思います。その飛んでる体験よりも、はい、その飛んでる体験を見てるものは誰なのかっていう、それが本当の第三の目だと思います。そっちに意識を向けることが自分の本性を知るという、そういうことです。だから面白いこといっぱいあるねはいいんですけども、はい、それでこの面白いことを感じているのは誰なのか、何なのかって言い方していいのかな。それがある限り何があってもいいし、それがない限りヨガとしては何やっても非常に困る状況だと思います。例えばその座禅になると、はい、座禅はそのチャクラとかプラナとかっていうことは一切言わないで、でそのずっと座禅してると魔境っていうんですか、そのいろんな普段見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたり、でもそれも全部切り捨てていけっていう、でその切り捨てるにはその切り捨てるその中心というか、それこそそのいろんな普段見えないものとか聞こえないものを体験してるものは何なのかってとこに呼吸を持っていないといけないわけですよね。はい、そうです。それと同じ全く同じです。ことなわけですね。はい、一種のいろんなものが出たりなんかしても、それを過大評価しないというのはとっても大事なものである。なんか下手すると自分がなんかそれによって偉くなったような感じを持った時ぐらい偉くない時はないですよね。なのでその全然そういうチャクラとか関係なく、その普通の肉体だけの状態でも瞑想ってできますよね。できますよ。その呼吸に意識を向けることで、自覚することでできますよね。できます。でその呼吸を自覚してるものっていうのが仮に自分の本性だとして、それがその仮に瞑想が進んで、いろいろ肉体が後退したり、同じそのいろんなものが見えたりしても、そこは変わらないわけですよ。全く変わりませんので。ただそのなかなか瞑想しててもその
いろんな体験っていうのは、単にその普通に車が走ってる音が聞こえるとかも含めての体験なんですけど、それをしてるのが自分の本性であるけど、それってなかなかこれだって確信はなかなかできないじゃないですか。でもその瞑想が進んでっていろいろその見えるものとかが変わってきたりして、でもそれをこう見続けてると、なんていうんですか、その自分の本性が見続けて本性を探るっていう意味ではいろいろ見てもいいんだろうけど、はい、いつもそのをキーワードに持ってないといけないと思いますね。はい。より確かにその目撃してる自分は何なのかっていうものが感じられたりはするのかなって今ちょっと。そうですね。ですから、簡単に言うと神秘と真理は違うっていうのかな。非常に神秘的じゃないですか、そういういろんなことって。でもこれはそこのとこを世界を広げてこれを見ているのは何なのかなっていうことに対してはすごくいいですが、そこに溺れる可能性はあるだろうな。それだけは言いたい。神秘と真理は違う。違いますね。神秘って何ですか？だから今言ったようなありとあらゆるその面白い体験って、神秘？ヒマラヤを上空から見るみたいなのが神秘。それは神秘体験で、これ見てるのは一体何者だっていうのが真理。はい。で、それを見てるものを、これだって掴むのが、瞑想の目的であるし、それを掴めた時に、こうなんていうんですかね、それを例えば悟りとか、そういうこと、何でもいい言葉は、目覚めでも何でもいいから、それを見た時、これだって確信が得られるわけですよね。そうです。だからいろんなことを体験してもいい、しなくても何でもいいけど、その奥にその気づきっていうのかなだけあれば珍しいことをしてもいいし、何にも起こらなくたって可能性は十分あるので、珍しいこと、それを神秘といえば神秘ですけど、例えばヒマラヤ飛んだとか、ずっと2週間も飛ってすごい能力がありそうですけど、そのあれがあったので別にどうってことはないっていう感じで、それを見てる自分は何かっていうのが、でもあれですね、それがどういう感じかっていうのを聞いて答えていただいてもなんかそれも違う気もそうだね。しますね。なんかそれはそれでなんかまた一つ概念を作ってしまう。そう概念を作るので、それを見てるのは何だいっていうことでいいんじゃないですかね。五感の後ろにあるものがいて、面白い神秘的なものがいっぱい、普段見ないものが見たら面白いのかもしれませんが、それをうまく利用して内側の目が開いてきたら瞑想になるだろうし、そのこれは自分の本性だってものは、当然瞑想中だけじゃなくて、普段の生活でもそれを持っていろんな行為をするわけですよね。そうです。人と交流をしたり、仕事をしたり、役立つのはそれだけじゃないかなと思いますけどね。特にそこで超能力的なことが発言したりはしないわけですね。できればしない方がいいですな。こうした方がいいじゃんっていう意見も多いと思うんですけど、しない方がいいのは何でですか？面倒くさくないからですね。それを発言すると面倒くさいんですか？面倒くさいと思います。そういうの面倒くさいと思います。いちいち付き合ってらんないと思いますね。例えばどうなんでしょうね。例えば第三の目を開くと、その人の心が見透かせるとか、もちろんすごくいいと思います。ただし、大事なのは自分の心の方だと思いますので、人なんか見透かさなくていいです。人見透かすことは面倒くさいですか？面倒くさいと思います。そうですか。
はい。なるほど。はい。だから僕はそんなこと言わなくても霊能者にすごい嫌われるのは、はい、それをきっと賛美してないからですよね。霊能者に嫌われるんですか？嫌われますね。そうなんですか。はい。それを尊敬してくれてないって感じがするんじゃないかな。でもなんかお話伺っていると塩沢さんも霊能者なんじゃないかなと思うんだけど。違いますね。違うんですか？はい。どこが違うんですか？だってさっき言ったところを持って目指しているので、はい、それらの能力をいろいろ使ってどうのこうしようと全く思ってないっていうか。例えばなんで人の心を見透かしたいかっていうと、やっぱり他人とのコミュニケーションって難しいといえば難しいじゃないですか。自分がいくら想像しても、はい、人ってその通りには考えてなかったり、自分の思った通りに動いてくれなかったりして、コミュニケーションって難しいところがあるじゃないですか。でやっぱりそれが嫌だから、それを何とかしたいっていう気持ちがあって超能力を求めたりすると思うんですよね。でも仮にそれを見透かせても、それって逆に他人を支配しようみたいなことになってくるし、自我の一つの、何かかも分かんないからね。はい、で塩沢さんのお話伺ってて思ったのは、人の心に見透かせなくても人の心を見透かしたいって思うのは自分の心が分かってないからかなって。だから自分の心を見透かしといた方がいいんじゃないかな。そうするときっと人のあれも分かるよ、きっと。自分を理解した分だけきっと外を理解できるんじゃないかなと、そういう法則があると思います。他人のこともそこまで気にならなくなる気もするし、自分の気持ちがよく見えていれば。自分の気持ちが見えないからそれを依存するような感じで、そういうとこあると思う。だから自分の気持ちやなんかが一番大事で、それを通して外見てるので、まず自分の中の一番落ち着いた部分って何かなって見ていくのが一番いいと思いますね。はい。なんでいろいろチャクラの話をしてて、いろいろ広がってはいくんでしょうけど、結局それはでもやっぱり一点に修練していくということですよね。はい、そこだけ間違いなかったらチャクラも大いに結構みたいな、それ一点に修練で、チャクラの開発とかなんとかっていうのも今言ったことを自分が気づくためのものであって、より精妙に気づけたらそれでいいのであって、そしてチャクラや何かが開発したらより精妙に気づけるようになるんだよって言ったら、それも意味がある。そうじゃなかったら意味がない。自分の本性を知るための手段の7つ道具みたいな感じで、それが目的ではないということですね。手段と目的は取り違えないようにしないといけない。取り違えない。そこだけは、言いたいですね。手段と目的は何なのか、その時の手段もチャクラやクンダにも有益だよ、それだけです。はい。技術、紹介しようと思ったんですけど、ちょっとお話の動画になってしまいましたが、でも最初にその前提をお伝えしておくのもいいかもしれないですね。そう、立ち位置を、それで見てもらえるかどうかそれだけど、立ち位置を知ってもらったらいいのかもね、分かんないな。はい、で、直接この技術をやればそのチャクラが感じられるっていう技術ではないんですけれども、そのチャクラと関連した部位を使っての、ヨーガの技術、バンダっていう技術がありますね。ありますよ。一番下の、エイン、尾てい骨とかエインのムラダーラチャクラと関連しているムーラバンダっていう技術と、あとお腹とかおへその、マニプラチャクラ、太陽神経層だね、マニプラです。と関連したウディアナバンダっていう技術が
あって、その技術を、次の動画で紹介したいと思います。はい、はい